コメディ界と言っておきながら、そう。お前それ自分がやってることじゃないのか。ああ、これあれですよね。こういう告知の添え物の絵なんだけどさ、キャラクター的にさ、二人揃ってたら絶対告知とかどうでもいいって言いだろなと思って。ついどうでもよくないですかだねみたいなセリフ書いちゃったけど、告知でそれはどないなんやってなるから、セリフはなかったことにされるかもしれないですね。タイさんはともかくさ、マジでバイソンとかいうやつはさ、告知に向かねえ女だからさ、こいつをどうやってこいつで告知やろうからみたいな。かといってサイさんばっかり告知出してもあれだしね。自分は、まあやっぱね、何度も言ってるけど、もともと絵が描けない人間だったから、それでも頑張って絵を描くために、絵は理論から入ったぜなので、まあ、最初にね、人間は骨格がどうあって、みたいなのとかちゃんと勉強したんだけどさ、そういうところからやってる、要は、多分、子供の頃から、小中学生ぐらいから普通に絵が描けた、イラストが描けた人っていうのは多分、おおよその場合やっぱ模写から始まってると思うんだよね。好きな漫画、ゲーム、アニメのキャラクターのさ。で、模写から始まってる人はさ、まあ、当然そんなここに肋骨があって、とか、そういうこと考えないわけじゃん。まあ、当然やっていくうちに気になって後から調べることはあるだろうけど、最初にいきなり人間の体は大体ほにゃほにゃ頭身で、こっからここまでとこっからここまでの比率がいくつぐらいで、みたいなところからはやんないわけじゃん。やんないと思うんだけど。でも私はそういうところから学び始めたので、なんだろう、イラストとして当たり前にやる省略みたいなところが、なかなか慣れきってなくて、だからデフォルメで首がないデフォルメだったりとかさ、そういうのを書こうとね、するとね、そこ省略すんのそこ省略しちゃうのじゃあ、これ、首省略すんのじゃあ、本来首の周りにあるあれとあれはどうなんのみたいになってね。めっちゃわかるよ。ね。こうヒューマンとさ、ヒューマンがさ、こうイチャイチャするポーズを描こうとするとさ、もう、これくらいもう、ぺったりさ、もうくっついててさ、なんだろう、でも設置してるよみたいな感じでさ、ほっぺたがさ、これぐらいの距離でさ、もうイチャイチャするポーズとかあるわけじゃん。こんな感じでね、もうめちゃくちゃ密着するようになって、キャッキャウフフするポーズとかあるわけじゃん。あるわけじゃん。もうちょっと真面目に考えてイメージしてたかもしれないけどさ、でもさ、あいつら帽子があんだよ。あいつら帽子があんだよ。サラスピットグさん、もちもち。そう、もちもちほっぺがくっついて、ムチーってやってるようなイタチポーズあるやん。あるやん。こいつら帽子あんだよ。デフォルメだからあんまりさ、物の干渉とか考えたくないからって言って、ここに普通にこうやって帽子を描くと、ここで 3D オブジェクトのめり込みが発生するんだよ。だからどうしてもこんなんやりたかったら、帽子をこうやってずらしたりだとか、あとこの辺に落ちた帽子を描いたりとかしなきゃいけなくなって、めんどくせえなっていう。サラスピットグさん、帽子潰してしまおう。そう。とかさ、でさ、こっちはまだいいんだけどさ、で、帽子完全に外すとさ、油断すると誰だお前になるからさ。って思いながら書いてる。などと言っていると9時になっているので、帽子ぐらい書きたかったけど、まあお顔かけたしいいんじゃないでしょうか。はい。というわけで、この添え物の絵は引き続き続けていこうかなと思います。ここまで書けた。一応全体上こんなんね。サラスピットグさん、練習を積み重ねて偉い。ありがとうございます。最近ちょっと手の基礎練サボっててよくないなっていうのはあるんだけど、うん。まあ。来週ぐらいにはこれアップできたらなって感じで進めておきます。以上。そうですね。ボリューム8のクエストが無事終わって、エピローグ。急にこっから始まんのって気持ちにちょっとなってます。まあ今回シリアス回なんで、ちょっとシリアスなシーン茶化してもしゃあないんで、黙ってる。裏話みたいなことができるところ以外は黙っときますわね。
まあ、頭のおかしいあんちゃんから頭のおかしいアイテム奪還依頼を受けたので、回収してきたよって。で、このままほっといたら、頭のおかしいあんちゃん過労死するから、なんとかして説得して、作業やめえやって、ツッコミを、つって作業止めさせるよみたいな話になっています。いやー、頭のおかしいキャラを正気で書くのだいぶしんどかったですね。こういうのね、書くの上手い人は本当すごいと思うけど、私はこういうの、ちょうど、あまり、あれだったので、だいぶここの辺頑張って書くの苦労しましたけど。まあ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 、頭のおかしい兄ちゃんも、がいたよというだけの話ですね。おそらく、あのメンツの中で一番、ブリザルドは、死を知らないというスタンスにあるというので作ってますね。まあ、前回か前々回のバーでも出た話だけど、まあ、アグネは弟を、自分が生きてる時に弟を亡くしてるし、で、まあ、ね、まあ、ライスは、なんかもう孤児だったしみたいな話から始まるし、で、まあまあまあ、サイさんとバイソンについては、まあまあまあ、どこまで情報出てるかわかんないからちょっと黙っとくけど、なんだけど、まあ、ブリザルドは、自分が生きてる間に家族が死んだこともなかったし、自分の友達が、わかる範囲で死んだこともなかったし、っていう状態で、まあ、自分が真っ先に死んだし、まあ、なんなら、気づいたら死んでたレベルの即死だったから、もうね、経験上ね、死に関する経験がめちゃくちゃ薄いんだよっていう話になります。サイさんが挙げた例、おおよそ緑化とあたりがやっててもおかしくないことなんだよな。およそさ、お前それ自分がやってることじゃないのかみたいなのがちょっとあるんだよな。違法薬物の栽培が真っ先に出てくんの。それ、ね、自己紹介してないかみたいな。ちょっとああいうのの選択はね、意識してやってますよ。ここもスキップにあった。あ、そうか、食事会か、食事会。サラスピットグさん、そんな緑化委員会はクリーンな集団ですよ。ほんまかーいや、まあ、クリーンな団体ということにしておこう。指示されたから、バーガー行って、バーガー見れるよ。あ、これあれですね、多分あれだな、ヤマトとバイソンの関係性の話だな。まあね、ものによっては、バイソンとサイさんに特にそのような関係性はなく、ヤマトとバイソンが、くっついてるようなやつもあったりはして、なので、どうしようかなと思って、まあ結論として、こういう不健全な関係性にすることにしましたね。じゃあまあ次回予告も兼ねて、次回のタイトルカードだけ見せておきましょう。コメディ界と言っておきながら、なんだこのタイトルカットはですね。はい。これ消せるようになってるじゃん、これ。これちゃんと消せるようになってるし、だから、この後で、文字出し版もちゃんと見れるようにしたんだよ、これ。はい。ということで、次回、サイさんが主役だよという分かりやすい絵でした。はい。葉っぱね、もうちょっとね、サイさんの方しっかり書き込んで塗ってあるから、葉っぱしっかり書き込もうかなって最初書いた時は悩んだんだけど、でも、色数の制限が一応あるから、特にタイトルカットは1枚しか使えないので。サラスピットグさん、セクシー。イエーイ。そうそう。ちゃんと健全芸で出せる範囲はこんなんだよな、みたいなのを意識してちょっとやってましたね。まあで、タイトルカットは、例の、4枚画像を重ねて疑似的に色数を増やすやつが使えないのもあって、あんまり書き込んじゃうと、ノイズが字座がいっぱい入って嫌だなと思ったんで、なんで、あえて葉っぱは単純な絵にしました。いやー、やっぱあれだな、エピローグで終わらせちゃうと、エピローグ直前で切っちゃうと、その後、エピローグからの時、めっちゃ、場をつなげるのが大変で苦労しちゃうな。はい、おつわりでーす。しかもね、ギャグ会だったらね、やんや言いながらやれるからいいけど、シリアス会だからね。
まあ、なかなか、進めてる側としてはしんどい回ではありましたが、まあ、なんとか終わってよかったかなと思います。はい。で、まあ次回は、まあ一応ギャグ会なので、あれ、タイトルカットが不穏なのを除けばギャグ会なので、まあコメディ、ギャグというほどギャグではないな。まあコメディ会なので、まあ、次回以降はちょっと楽しい気持ちでやれるんじゃないかなと思います。さ、首が、顎の線と首のここに線がないタイプのさ、デフォルメあるじゃん。なんか、こんな感じの線で顔が描かれてるタイプのさ、